だ。こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の鳥迫が山形に行ってきたのだ。米沢に一泊しているから最後まで見てね。それじゃ山形に行くのだ。行きはそのままサッカーを見に行って、試合後には米沢に行って一泊する遠征よ。米沢って聞くと米沢牛が出てくるのだ。米沢牛も抑えてあるけど、翌日には天元内高原という場所にも行ってくるわ。聞いたことがない場所なのだ。米沢市の観光地を調べていたらおすすめスポットとして、冬はスキー場として、夏はトレッキングとして営業しているわよ。今年は日帰りでアウェー観戦をしていたから、一泊して観光もするのはワクワクするのだ。前節の徳島戦では負けてしまったのだ。大分は後半に2人退場者を出すという難しい試合だったわ。試合全体を通して押し込まれたり、大分のパススピードが軽くてボールを奪われるシーンを見かけたのだ。ここ数試合、大分はボールに対する執着心が足りないと感じるわね。そこに徳島が大分を分析してつけ込まれた試合だったわ。ただ大分は渡辺選手のゴールを決めるまでの崩しが綺麗だったから、どんどん前線にボールを放り込んでもいいと思うのだ。一方で山形は前節、群馬に引き分けているわ。特に山形の後藤選手の後ろから来たボールをダイレクトで打つのはしびれるのだ。後ろ向きのボールめっちゃトラップするわ。そんなんできんやん普通。それから山形の守備対応としてロングスローに対する弱さを見せたわ。最終的には PK になったのだ。このシーンを大分に当てはめれば重平選手がロングスローを得意とするから、右サイドを起点に攻め込むのも面白そうね。山形駅に着いたのだ。このまま改札口に出たら新庄行きの列車で天童南駅に行くわよ。とはいえホームには人がごった返していたのだ。乗る列車が遅延していたのと2両編成だったからっていうのもあるわね。ということで天童南駅に着いたのだ。山形から天童南までは15分くらいだったわね。それから天童南駅には交通系 IC カードが対応するようになったのだ。今年から奥羽本線と左沢線で利用できるようになったのよ。数年前に初めて山形アウェーに来た時に何も知らなかったから、天童南駅の改札口で係員に止められたことがあったのだ。スタジアムに着いたのだ。山形のスタジアムはスタグルが充実しているのがいいわね。着いたのも12時過ぎだけど多くの山形サポがいるのだ。去年は山形、秋田、仙台、いわきと東北アウェーに行ったけど、去年も今年も山形が一番活気ある印象があるわね。言葉にするのは難しいけど、山形は作られた活気ではなく自然な活気なのだ。要はモンテディオ山形が地域に根付いている証拠ね。てか駐車場なんか移して何がしたいのだ。この駐車場が山形が新しくスタジアム建設を予定地としている場所よ。でもなんで道路を挟んで隣の場所にスタジアムを建てられるのだ。なんといっても山形はコロナ後に3期連続で黒字を出しているのが大きいわ。そして2023年度の山形の収益が25億円と過去最高の数字を叩き出しているの。モンテディオ山形が自立してスタジアムという資産を作るというしたたかさなのだ。でもどうして地方クラブなのに過去最高の収益が出せたのだ。これに関しては都会や地方という環境ではなく、入場者数の増加をコンスタントに増やせたのが要因ね。もうすぐキックオフなのだ。今回の注目選手は？今回は野村選手に注目するのだ。先月の大分は試合を通してチャンスメイクが少なかったし、野村選手の個人技だけでも山形の守備を打開できると信じているのだ。確かに大分はゴール前への積極性がないから、ドリブルで打開できる選手も必要になってくるわね。それじゃ試合終了まで守るのだ。引き分けたのだ。今回は藤原選手、小坂井選手、安田選手と主力がいないけど、選手をはじめよく耐え抜いたわね。でも大分はチャンスシーンが少なすぎたのだ。長澤選手をはじめ中盤までのパスの組み立ては良かったけど、前半にミドルシュートや強引な攻撃があれば後半で違った試合内容になったかもしれないのだ。守備に関しては浜田選手の好セーブもあったけど、山形にシュートを打たれる前にパスコースを消したり、速い位置からプレスしてボールを奪いたかったわね。確かに試合のハイライトを見ても浜田選手のセーブ集みたいになっているのだ。それじゃスタジアムを後にして米沢に行きましょう。
ってことで米沢に行くのだ。本当は山形を日帰りできるんだけどね。その表現は尺に触るのだ。でもどうして米沢に行くのだ。米沢は山形県の南に位置していて、帰るにも米沢駅から東京駅まで新幹線で2時間と好立地なのよ。確かに帰りの移動時間が短いのは助かるのだ。ってことで天童南駅から山形駅を乗り継いで米沢に行くわよ。でも大分佐古は山形駅で降りたり新幹線で関東方面に乗り継いでいるのだ。試合を見てこれから米沢に行く大分佐古は少ないかもね。米沢駅に着いたのだ。一番ホームには米沢牛がお出迎えね。山形駅から米沢駅まで40分くらいの移動時間だったのだ。天童南駅から乗り換え時間を合わせても1時間ちょっとだったから、意外と早く米沢に着いたわね。ということで夕ご飯にするのだ。お待ちかねの米沢牛を食べるわよ。今回は6800円の牛鍋定食を注文したわよ。高すぎるのだ。牛鍋がグツグツしてくるとお肉の優しい匂いが漂ってくるわよ。見てるだけでお腹が減るのだ。早く食べるのだ。これはうまいのだ。お肉の舌触りの優しさと甘みがたまらないわね。お肉以外にも豆腐や白滝、ネギの一つ一つの味がしっかりしているのだ。おはようなのだ。朝の6時半、米沢市の天候は霧雨よ。天気も良くないけどどこに行くのだ。これから天元内高原に行ってロープウェイに乗るわよ。いやいや、天気が悪すぎるのだ。きっと新しい景色が見れるはずだから行きましょう。ということでバスに乗り込むのだ。月曜日だけど乗客は天元内高原に行く人しかいないのだ。乗客は私たちを含めて4人しかいなかったわよ。平日で天候が悪いと観光地に訪れる人が少ないのは仕方ないのだ。メタ見るのだ。お猿さんなのだ。野生のお猿さんを見るのは私たちにとっては珍しいわね。やっぱり天気が少し悪くても移動するのはオツなものなのだ。ということで天元内高原に着いたのだ。説明が遅れたけど上杉神社前から乗車して40分くらいで到着するわよ。米沢市の中心部から1時間かからないから足を運びやすいのだ。それじゃロープウェイに乗っていくわよ。だから言ったのだ。天候が悪いからって。それでもロープウェイには3人も乗客が乗っているのよ。しかもガチガチの重装備なのだ。ガチ装備の人たちはリフトにも乗り継いでトレッキングを楽しむのよ。着いたは良いけど霧がすごいのだ。これも旅の醍醐味ってやつね。事故弁護にも程があるのだ。ちなみに奥に見えるリフトは冬はスキー場として運営して、夏の時期はトレッキングをするための移動手段として運営しているのよ。冬のスキー営業だけではなく雪がない時期はトレッキングや散策として営業しているのは興味深いのだ。それじゃ下山してバスで小野川温泉に行くのだ。次回は晴れた時にチャレンジしたいわね。ちなみに湯本駅前から小野川温泉までは同じ系統のバスで20分で着くわよ。米沢駅から天元大高原に行く湯本駅前までのバスルートは観光ルートとして開拓のしがいがあるのだ。小野川温泉のバス停に下車すると向かい側のお土産屋さんから案内図やパンフレットをもらったわよ。地元の人から話しかけられるのは嬉しいのだ。行く前に目星をつけていた場所に行くわよ。ここは甘いと書かれているのだ。建物に近づけば近づくほど卵が腐った匂いがするのだ。いわば硫黄の匂いがするのね。でもどうして硫黄の匂いがするのだ。硫黄の匂いの元は硫化水素といって空気に触れると酸化してずんだもんが言ったみたいに卵が腐ったような匂いがするのよ。とはいえ独特な匂いがする温泉だけどどこが良いのだ。慢性的な関節痛や皮膚病に効くと言われていて、特に皮膚を軟化させるから美肌効果もあるわよ。ちなみに小野川温泉は小野小町が発見されたことに由来しているのよ。小野小町は教科書で触れたことがあるのだ。そして伊達政宗が小野川温泉に来て湯治をしたという記録が示されているわ。小野小町に伊達政宗とビッグネームなのだ。そういった意味で小野川温泉は歴史と実績のある観光地なのよ。お風呂上がりですっきりしたのだ。お風呂にあった温度計は44度だったから暑かったわね。そういえば朝起きてから何も食べていないからお腹が減ったのだ。パンフレットをもらった人から宝珠の湯がおすすめって言われたからそこに行ってみるわよ。宝珠の湯でもどういう
用に温泉に入れるのだ。ここは飲食だけでも入れるから別のお風呂に行ってからご飯はここで済ますというプランもあるわね。中に入るとほんのりカレーの匂いがするのだ。カレーの匂いとはいえ少しバターが香って優しさのある匂いね。てか月曜なのに10人近いお客さんがいて、しかもみんなが同じカレーを食べているのだ。ここでは焼きチーズカレーがおすすめとのことね。僕たちも迷わずそれを注文するのだ。これが焼きチーズカレーなのだ。欧風カレーをベースに上品な香りが漂っているわ。舌をやけどしないように食べたけど、適温でパクパクと食欲がかきたてられるのだ。真ん中には半熟卵が入っていて混ぜながら食べるとチーズとの相乗効果でマイルドさが倍増するわよ。うますぎるのだ。みんなが焼きチーズカレーを食べるのがうなずけるのだ。ちなみに法事の湯はモンテディオ山形を応援していて、予備知識ゼロで小野川温泉に訪れただけあってびっくりしたわよ。米沢市の小野川温泉から山形のスタジアムまで70キロの距離があるけど、選手のスタンドがあるくらいの熱心なファンがいるのはリスペクトなのだ。地方クラブと言われているけどクラブが地域に根付いていることを身に染みてわかるわ。帰りの新幹線が迫ってきているからそろそろ帰るのだ。やっぱりアウェー先で一泊して観光するのはいいわね。天然台高原では霧がすごかったのだ。それも旅の思い出として霧の中にうずもれないようにしないとね。変な言い回しはやめるのだ。さて次回のアウェー先は7月のいわきになるわよ。リーグも折り返しで夏場から失速しないように気をつけたいのだ。次回のいわきアウェーも1泊を予定しているから今回みたいに投稿は5日以上は時間がかかるかもね。それでは次回のアウェー観戦記を楽しみにするのだ。最後まで見ていただきありがとうございました。